映画版、ククルス・ドアンの島が公開され、原作を知っている人から物足りない消化不良だと、辛辣な声も上がっています。実は、映画版では公開していない本当のストーリーが、小説版では全て紹介されているんです。今回は、小説版ククルス・ドアンの島について紹介し、本当のドアンの生き様や取り巻くキャラたちのストーリーに涙しましょう。お気に入りのキャラやシーンをぜひ教えてくださいね。映画版では、回想シーンのわずかな時間、しかも本人ではなく、シャア専用高機動族のみが登場しました。しかし、小説版ではシャア本人が、しかも、サザンクロス隊やマクベとの絡みまであるんです。それはファンにとってはたまらないわね。マクベの招集により、マクベの滞在するホテルに訪れるシャア。この時がマクベとの初対面でした。シャアの恵みをするマクベでしたが、その能力の高さに、内心、驚きを隠せないようでした。マクベの下した判断は、シャアの後方待機。やはり信頼が置けないようでした。ガルマザビの戦死の後だからじゃない。その帰り際に、サザンクロス隊と遭遇するシャア。シャアと気づいたダナンゴ長は、いきなりサインをねだるんです。エグバ隊長に恫喝されて小さくなるダナンゴ長。シャアの口から、ククルス・ドアンの名前が出ると、感情を抑えきれないエグバは、奴は裏切り者です。見つけ次第射殺しますと言ってのけました。シャアは、白いモビルスーツには注意するようにと念押しし、その場を離れました。再度ククルス・ドアンの話を戻そうとしたダナンが、セルマに簡単に転がされたのが面白かったわ。ククルス・ドアンの島には、子供たちがたくさん登場しますが、過去についてはあまり触れられていません。小説版では、彼らの過去が紹介されているんです。グイドは9歳の男の子。爆撃のショックで、心因性の失声症になったんです。戦場を、兄と自転車で走り回っていたフリアンは、爆撃を受けて、兄だけが亡くなったのです。そんなフリアンの世話をしているうちに、グイドは話せるようになりました。ツインのお団子がチャームポイントのドラは、戦場では、画家の父が残してくれたバレットナイフで身を守っていました。12歳のアマドは、戦場で死んだ兵士たちから食料や兵装を盗んで生き延びてきたようです。マルコスは16歳になる男の子、ジオン軍の捕虜となり、地雷の撤去作業をしていました。同い年のカーラに思いを寄せており、強くなりたいと思っています。10歳のホセもマルコスと同じく捕虜となっていました。8歳のタシトは頭に大きな傷があり、記憶がこっそりなくなっています。6歳のルペは父親に手を引かれて逃げていましたが、ドアンが発見した時は父親の腕だけを引きずって逃げていました。チータは7歳の女の子。裕福な暮らしをしていたようですが、バッグだけ持って路地裏で震えていたようです。4歳のアダの両親はジオンに抵抗して射殺された活動家でした。13歳のヒセラと9歳のイネスはジオン軍の捕虜収容所にいた際に連邦軍からの爆撃を受け、2人だけが助かりました。マテオは10歳の男の子。現実逃避するように戦火の中でも一人本を読み漁っていたようです。4歳のロペの母親はドアンが破壊したビルの下敷きとなってしまいました。ロペはその横で夜通し泣き続けたそうです。16歳のカーラはスペインの片田舎の病院長の娘。戦時中には連邦軍の野戦病院家となっていましたが、ジオンの侵攻の噂を聞き、連邦軍兵士は患者を全員毒殺するように指示。拷問されて情報が漏れるのを恐れたようです。拒否したカーラの父親は射殺され、毒薬を捨てたカーラも連邦軍に射殺されようとしていました。その時、継ぎはぎだらけのザクが現れ、カーラは一命を取り留めたようです。楽しそうに過ごしているあの子たちにも辛い過去があったのね。もともと、教会の孤児院で育ったドアンは、成長後に傭兵として活動を開始しました。その時の相棒がエグバートラー。数々の内紛処理の仕事を二人で請け負ってきたそうです。その後、駐在人を移送中に収奪した腕を買われ、ジオン軍に正規任官。テストパイロット部隊を任され、サザンクロス隊と任命しました。サザンクロス隊の活躍は目覚ましく、ジオン軍でも、その名が広く知れ渡ったようです。ドアンの当時の名声はお兄様と同格だったそうよ。
その後、妻と息子を持ったドアン。ドアンにとって暗殺家業は家族を養うための手段でした。その後、ブリティッシュ作戦の任務にも参加。毒ガスを積んだユニットを牽引をする戦艦の護衛でした。その半年後、連絡が取れない妻からの手紙が届きます。手紙の投函場所は、コロニー落としに使われたアイランドイフイッシュからでした。しかも、その時の毒ガス兵器を開発したのが、傭兵時代にエグバと共に助けた従罪人でした。ドアンは、家族を殺害した毒ガス兵器の護衛をしていたんです。そんなの私、耐えられない。悲しみに明け暮れるドアンは、かつてより好意を持ってくれていた、セルマと一夜を共にします。サザンクロス隊で生きていく、ドアンはそう思っていたんです。しかし、任務中に泣き崩れるロペを発見。ドアンは、戻ることのない息子とロペを重ね合わせてしまったんです。自分の気持ちを止められないドアンは、ロペを連れて脱走してしまいました。善意というより、贖罪かもしれないわね。16歳で父親を殺し、投獄されていたセルマは、軍の特殊部隊に就くことで、減刑され、軍役に就いていました。サザンクロス隊のメンバーを探すドアンの目に、セルマは止まったんです。殺すことでしか生きられない。彼女の生き方は戦場で生き残れると判断したドアン。その後のセルマの活躍は目覚ましく、常に最前線で戦っていました。ドアンの背中に憧れ、ドアンを守ることを生きがいとしていたセルマ。彼女はいても立ってもいられず、単身アレグランサ島へ向かったのです。素直になれない気持ち、わかるわ。そこでセルマが見たものは、幸せそうに過ごす子供たち。ドアンの留守を守ろうと、セルマに立ち向かうカーラの姿。異常を感じ、急いで戻ったドアンと、暗闇の中、対峙するセルマ。島を出るようにセルマは警告し、島を後にしました。セルマが、自分の本心に気づいたのは、アレグランサ島でのモビルスーツバトル。セルマは、軍人だった父を殺した穴埋めを、ドアンを敬愛することで満たしていたのです。しかしドアンには、すでに家族がいました。自分にないものをドアンが持っていたのです。ドアンがブリティッシュ作戦で家族を失った時、実はセルマは喜んでいたようです。これでドアンは、私と同じ立場になった。そう思っていたセルマにとって、ドアンがアレグランサ島で家族を持ったことは、まさにショックでした。私はこの男を殺したいのだ。殺して手に入れたいのだ。しかし、セルマの思いが届くことはありませんでした。セルマは涙を一杯に浮かべて白煙に包まれていったのです。本当は愛してもらいたかったんじゃないかな。ランダムと死闘を繰り広げた後、胴体を切断され崖から落下したエグバザク。実は小説版ではこれで終わらなかったんです。アムロとドアンの勝利を喜ぶ子供たち。ククルス・ドアーン。その声の主はエグバー・トラー。右腕を失ったエグバが崖をよじ登ってきたのです。ナバン82式を引き抜いたエグバ。傭兵時代からドアンと共に愛用した銃でした。お互いに弾は一発だけ。二人は銃を持って対峙し、同時に引き金を引いたんです。エグバの弾はドアンの右肩を直撃しましたが、エグバは全くの無傷です。ドアンに近寄るエグバ。しかし、ドアンは銃弾を握りしめていました。帰れエグバ。終わりにしよう。そう言ったドアンの手から銃弾を奪い取るエグバ。ドアンに頭に銃口を突きつけます。アバヨン、相棒。それがエグバの最後の言葉でした。エグバは自分の頭に銃を発射したんです。大きな音を立てて倒れるエグバ。子供たちは無言でその光景を見続けました。見たか、これが戦争だ。ドアンの言葉に子供たちは何も反応できません。ただ、アムロ一人を除いて、あなたの体に染みついている戦いの匂いが戦いを引き寄せんじゃないでしょうか。それを消させてください。この状況でのアムロの行動がドアンの気持ちを変えたのね。まだまだあるククルス・ドアンの島の真実。確かに劇場版では盛りだくさんすぎますね。